はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。調味料のさしすせそといえば、砂糖、塩、酢、醤油、ソースですよね。普段何気なく使っているソースってどんな違いがあるか知っていますか？今日はそんなソースを詳しくご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日用意したのはこちらのソースです。群馬だとこのブルドックソースが一番メジャーなソースです。他にもおたふくソースやカゴメソース、イカリソースなど地域や家庭ごとでも色々なソースが使われていますよね。このブルドックソースを例にソースの違いについて見てみます。よく見てみたらこのブルドックソースって作られているの群馬なんですね。この情報は知りませんでした。新たな発見です。先に言っておきますが、調味料のさしすせそのソはソースではなく味噌です。間違えないように気をつけてください。画面向かって左からウスターソース、中濃ソース、とんかつソースです。他にもスーパーに行くとお好み焼きソース、たこ焼きソース、焼きそばソースなどいろいろ最近では細分化されています。ソースの味といえば皆さんなんとなく想像する味があると思いますが、ウスターソースと中濃ソースととんかつソースの違いってわかりますか？ソースの違いってわかりそうでわからないですよね。ちなみにこのブルドックソースは1902年に東京日本橋で三沢屋商店として創業しました。創業当初は和洋酒や缶詰などを取り扱う食品卸商でした。その2年後に西洋の料理が家庭に広まり始めたことからソースに着目してソースの製造販売をスタートしたそうです。今年で120年とはすごいですね。原材料を見てみるとこのブルドックソースには着色料、化学調味料、増粘剤、甘味料などの添加物が一切入っていません。ちょっとびっくりです。原材料の 30% はお酢でできているそうです。その他野菜や果物の7種類以上のスパイスをブレンドし、複雑な味わいを作り上げているそうです。100ml あたりの塩分相当量を比べてみると、ウスターソースが 9.1g、中濃ソースが 6.5g、とんかつソースが 5.7g です。結構ウスターソースが塩分多めですね。使われている材料はどれも似たようなものが使われています。実際に出してみるとどんな違いがあるのか見てみましょう。ウスターソースは結構サラッとしていますね。次は中濃ソースです。先ほどのウスターソースは容器を傾けたらソースが出てきましたが、中濃ソースは傾けてもすぐに出てきません。容器を押さないとなかなか出ませんね。結構粘度があるのがわかります。先ほどのウスターソースの方が黒っぽいですね。最後はとんかつソースです。中濃ソースよりさらに粘度があります。傾けただけでは全然出てきません。ケチャップくらいの粘度があります。ウスターはサラ、中濃はトロ、とんかつはドロって感じです。次は舐めてどんな味の違いがあるのか確かめてみます。まずはウスターソースです。結構味が濃くて香辛料のピリッとした辛さが舌に残ります。中濃ソースはウスターに比べると香辛料の辛さは控えめで酸味が強く感じられます。とんかつソースは酸味もあるんですけどドロッとしていて甘みが強く舌に残る感じがします。どのソースも酸味、塩味、甘味、辛さ、旨味をバランスよく感じます。それぞれ際立った部分が違いますね。一概にソースといっても使用方法は変わってきそうです。中濃ソースは中の濃さと書くだけあって、ウスターソースととんかつソースの中間くらいの粘度と味のバランスです。それではそれぞれのソースを実際に料理に使って味を確かめてみましょう。今回はとんかつと野菜炒めを作って味わいを確かめます。まずは豚のロースの筋をカットします。次に塩コショウを振って小麦粉、卵、パン粉をつけて油で揚げていきます。この音、バイブス上がっちゃいます。いい感じの上がり具合です。カットしてお皿に盛り付けてそれぞれのソースをかけて完成です。次に野菜炒めを作ります。フライパンに油をひいて肉を焼きます。カットした野菜を加えて炒めてソースで味付けをします。今回はこれのみです。お皿に盛り付けて完成です。焼きそばの麺なしって感じですね。いただきます。今日は酒屋で北海道フェアをやっていたのでセコマのガラナを買ってきました。
北海道を中心に1200店舗以上展開しているセイコーマートのオリジナルブランドです。以前に別なメーカーのガラナを飲みましたが、今回は北海道といえばセコマということで手に取っちゃいました。未だに群馬だとめったにガラナって見かけませんね。北海道の人は普段からガラナを飲んでるんですかね。パッと見の色はコーラです。この喉にくる爽快感がいいですね。結構甘さが強めな気もします。焼酎とかを割ってもいいかもしれません。それではとんかつをそれぞれ食べてみます。ソースといっても違いがありますね。ドロッとした粘土があるから、とんかつにかけた場合、とんかつソースはしっかりととんかつにソースが残っています。ウスターはサラッとしているので流れちゃいます。ちょっと物足りないです。このとんかつソースの甘みが揚げ物とよく合いますね。塩分が結構違いますが、この粘土があることで収納もとんかつソースも味が薄いとは感じません。ソースカツ丼とかを作るときは結構ウスターを使うことが多いですが、とんかつ自体にかけるならとんかつソースがしっかりとかかりますね。次は野菜炒めを食べてみます。全然違います。ダントツでウスターソースが味がしっかりと決まっています。同じ量を入れましたが、中濃ととんかつソースは味がぼやけてますね。これ以上入れると今度は甘さが強くなりすぎます。中濃とかとんかつを使う場合はプラスアルファの調味料が必要そうです。塩や醤油で味の調整が必要ですね。ウスターは炒め物に使う場合はこれだけでもバッチリ決まりますね。この塩分の濃さもいい仕事をしています。こうやって比べることでそれぞれのソースの違いが分かって勉強になります。あとは味の好みもあるので好きなものを選んで使いましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ソースの違いいかがでしたか？個人的にはウスターのちょっと辛めな味が好みです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。